結局どこに転職しても長続きしませんでした。プライベートでもノリノリで帰りますよ。いいところ探しが習慣化されたってことになりますよね。この仕事のいいところなんだろうな。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは14歳から働き、21歳で起業。現在までに300億円以上を売り上げた経験で培った組織づくり、育成、思考法などをお話ししています。興味がある方は見ていただけると嬉しいです。はい、お願いします。本日のテーマが、いいところ探しの習慣が仕事を楽しくする鍵と題しまして、これちょっとまさに僕も気になるテーマなんですが、どういったものか教えていただけますでしょうか。はい、そうですね。突然ですけどね、今の仕事好きですか？と感じた方がいたら、はい、今日の話は少し役に立つんじゃないかなと思いますと。今言っていただいた通り、今日はですね、いいところ探しの習慣が仕事を楽しくする鍵というテーマですと。例えばですね、A さんはいつもこんな風に思っていました。なんでこんなに上司は細かいんだろうとか、職場の雰囲気が合わないな。そんな風に悪いところばかりに目を向けていた A さんは結局どこに転職しても長続きしませんでした。一方で B さんは違いました。上司は厳しいけど実はちゃんと見てくれている。みんなが黙々と働いていて集中できる環境だな。そんな風にいいところを探すというか見るですかね。癖がついていた B さんは毎日少しずつ仕事が楽しくなっていったのですと。ここで大切なのが結局見方なんですよね。環境が変わらなくてもいいところを見るだけで仕事の楽しさというか捉え方は大きく変わりますと。これポイント3つかなと僕は考えてるんですけど、1つ目はポジティブな気持ちが芽生えるんですよね。いいところを見るだけで。これってやる気は関係ないですけどね。でもやっぱりモチベーションとかやる気とかっていうね、みんなが大好きな言葉でいくと自然と湧いてくると思いますよ。2つ目、人間関係が良くなりますと。相手のいい面を見れば自然と関係性も良くなります。3つ目、自分の未来変わります。どんな職場であっても、今の職場でもやっぱ好きとか楽しいとかを見つければ意欲湧いてきて結構成長の道っていうのにつながってきて、やっぱ未来いろいろ変わりますよ。結局いつも僕も言うんですけど、プライベートか仕事かとか思考か行動かみたいなね、何でもいいですよと。どっからでもいいから前向きなポジティブな気持ちにしていきましょうと。プライベートでいいことがあれば仕事も頑張ろうって大体の人思いますよ。仕事でいいことがあればプライベートでもノリノリで帰りますよ。思考がすごくポジティブになってくれば行動もポジティブになりますよ。行動を変えていけば頭が後からついてきてポジティブになりますよ。どっからでもいいですと。どこでもいいからとにかくいいことを作りましょうと。どっかを良い循環にするだけで全部良くなりますよと。その一歩目がいいところを見るってことですと。人間関係が良くなるって言いましたけど、人間関係のところすごく重要なんですよね。だって、もしあなたがですよと。例えば私があなたのことを、ね、いつも笑顔でニコニコで元気よくて仕事もすぐやってくれるしって褒めてくれたら嬉しいじゃないですか。逆にいつも空気をまず元気だけあって早いのはいいけどミス多くてって言われたらイラッとしませんか？例えば前者と後者で言った人いたら前者の人はちょっと好きというか好意を持ちますけど大抵でも悪い気はしたんですよね。でも後者の人ははっきり言ってイラッとしますよね。これね結構無意識でやっちゃってるっすよ。意識してもやってる人もいますけど、だから極端な話、人間関係っていいところを見る人は人間関係良くなりますし、悪いところを見る人は人間関係極端に悪くなりますよ。悪いところを見る人が仲良くなる人って同じように悪いところを見てる人だけなんで。だから結構本当に不思議だなと思うんですけど、悪いところ探しをしてる人って自分はいいこと言われたいけど人の悪いことを言うみたいな超矛盾したことをやっていて、だから本当気をつけないといけないですよね。こうやって言うとそうだよなってなってみんなって思うんですけど、結構みんな言っちゃうんですよ。僕もゼロじゃないかもしれない。でもとにかくポイントはいいところを見るんですよと。
じゃあ、実践するにあたってですね、どうやっていいとこ探しを習慣化すればいいのかっていう話なんですけど、今日からでもできる、例えば簡単な質問ありますよね。例えば一つ目はですね、今日誰かのいいところを一つ見つけましたかと。二つ目、今日自分の仕事の中で良かったなと思えた瞬間はありますか？それは何ですか？三つ目、今日の職場の中で感謝できることは？これですね、もう毎日5分でもいいからパーッと考えて書いてみて、思い出してみてもいいですけど、これを繰り返すと結構変わってきますよ。だってこれを習慣にしちゃったら、これをやらなきゃいけないんで、やるじゃないですか。いいところとか良かったなとか感謝するところを探しに行くわけですよ。こういう習慣をつけておくと、いいところ探しが習慣化されたってことになりますよね。だから、もっと言うと、例えば寝る前に、いや、今日疲れたな、じゃなくて、疲れたな、今日あれが嫌だったなって、こうやって人間やっぱね、ネガティブなこと考えがちなんですよ。そうじゃないと。今日寝るときに、いや、今日大変だったな、でもできたことな、これだな、みたいな。大変だったけど、無事に終わってよかったな、あの人にこのことに感謝だな、とか。こういうふうに思っていくだけでも変わるんですね。結論やっぱいいところ探しをする人っていうのは、どこに行っても成長できますよ。一方で悪いところばかり見る人っていうのは、どこに行っても不満を感じますよね。そう考えると仕事を楽しめるかどうかとか、趣味とかそういう感情を持てるかどうかとかっていうのは、環境じゃなくて自分の見方次第ですよ。だからやっぱりこうね、やっぱ良かったこと、そういうのをしっかりと振り返るというか、毎日大事だなと思いますよね。ちょっとまとめながらもう一回話していくと、仕事を好きになるとか楽しくなるっていう秘訣って、やっぱいいところを見ることですよ。この仕事のいいところなんだろうな、会社のいいところなんだろうな、とかって見ていくと、結構自然と好きになってたり、楽しくなってたりしますよ。仕事を好きになれないとか、そういう人の多くっていうのは悪いところ探しが得意な人なんですよ。悪いところばかり見てるとやる気がなくなって人間関係も悪くなる。いいところを見ると、それが周囲にも伝わって良い関係が生まれるってことですね。そのいいところ探しが自分の未来作ってきますよと。だから人によってはね、最初からいいところを見る性格だったっていう人って、仕事とか人生もつまらないなんて言った言葉聞いたことないぐらいの感じの人が多いですね。だから、環境が変わったらではなくて、今の環境でも見方次第で変わっていくわけですね。はい。なので、環境を変えるのではなく、見方を変えましょうと。いいところ探しの習慣を持ってくると、環境そのものが変わったようにも感じられますよ。どんな職場でもどんな人間関係でも見方次第で前向きにできますし。だからこそ周りの環境を変えようとする前に、自分の見方、視点を変えることが大切。こういったその考え方というか身につけたら、どんな仕事とか職場でも役立ちますし、仕事が好きになれない、つまれないって感じてる人に対しては、本来めちゃめちゃ効果的なアドバイスなんですね。実際営業でもマネジメントでも基本を徹底することが大切なように、自分のマインドを整えることっていうのが結局ね、仕事の成果につながっていきますよ。だからいいところ探しをすることがポジティブな視点を持つことで行動とか、なって、で仕事を結果楽しめてとかちょっと好きになったりもして、結果そういう人がやっぱ成長しますよと。こういうサイクルが回るわけですよね。だからこういったことを習得できれば、どんな環境においても自分の成長とか可能性を広げられるんじゃないかなと思うんですよね。で逆に悪いところ探しをしてしまう人は、どんな仕事や会社に行っても前向きに働くことができない。これね、事実ですよ。だってどんな環境でも欠点ばかり探すんですよ。人間も完璧じゃないんで、いいところ悪いところありますよね。誰にでもありますよ。その誰にでもあるんですけど、誰にでもあるからこそ、その一人一人の悪いところばっかり見つけちゃうんで、誰も好きになれないですよね。上司や同僚、会社の方針とかね、仕事に対しても不満を持ち続けますし、周囲の欠点ばかり目が行くと、これ多責思考にもつながったりするんで、自分の成長につながらないことが多いし、当然モチベーションとか結果も出ないし、仕事楽しめないし、環境を変えても同じことを繰り返すようになっちゃうんですよ。こういう人はやっぱり環境のせいにしたいので、転職して、新しい職場なら大丈夫と思っても、また同じように不満を見つけてしまうんですよ。得意だから。ね。つまりね、環境が悪いんじゃなくて自分の見方が悪いのが本当の問題なんですよ。気づいてない人多そうですね。環境を変えれば変わるだろうっていう。そうですね。だから、環境をスライドするよりも、自分の行動をスライドしましょう。
いう感じですかね。今回は以上になります。もしこの動画を最後まで見ちゃった方、気づきがあった方、よかったなと思ってくれる人がいたら嬉しいなと思います。